いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はタチウオについて解説いたします。タチウオは全国各地で釣ることができます。そのため初心者でも気軽に始めることができます。また、船釣り、防波堤釣りなど様々な釣り方で狙うことができるのも魅力です。タチウオは獰猛な魚でもあり、餌やルアーに果敢にアタックしてきます。そのため釣り上げた時の引きがとても強く、釣り人をとても興奮させてくれます。特に大型のタチウオを釣り上げた時は、その強烈な引きに圧倒されることは間違いありません。また、タチウオはとても美味しく、釣ったタチウオを調理して食べるのもタチウオ釣りの醍醐味の一つです。今回は初心者から上級者まで楽しめますが、実は奥が深いタチウオについて紹介いたします。最後までよろしくお願いいたします。タチウオのポイントは次の6つになります。温帯から熱帯の海に広く分布。平たく鱗のない銀色の魚体。浅場から100メートルの砂泥底。銀白色に光る刀。夏は浅場、冬は深場。旬は秋。温帯から熱帯の海に広く分布について。分類、スズキ目タチウオ科タチウオ属。別名、タチ、ハクナギ、サーベル。北海道から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海、東シナ海大陸棚に分布します。海外では朝鮮半島、アフリカ、オーストラリアなど温帯から熱帯にかけての海に広く分布しています。日本近海に分布するタチウオは、かつて他の地域のものとは別種、あるいは別亜種とされ、トリキウルス・ジャポニクスの学名が当てられていました。しかし、世界の他の水域に生息するトリキウルス・レプトゥルス、および太平洋東側に分布するトリキウルス・ニテンスをすべて同種として扱う場合が増えています。また、近縁種としてテンジクタチ、沖縄オオタチなどがいます。平たく鱗のない銀色の魚体について、全長1メートル前後の平たい体で鱗のない銀色の魚体が特徴的です。生きているときはやや青みがかかって光沢がありますが、死ぬと灰色がかってきます。尾びれと腹びれはなく、尾は細長く先端に行くほど細くなっています。背びれは後頭部から尾の付け根までと長く、130何条以上あります。口は大きく、下顎の方が長く突き出ており、口内には鋭い歯が並んでいます。体の表面の銀粉状のものはグアニンという物質で、生きているときは常に新しい層が生成されて体表を保護しています。このグアニンから採取された銀粉は、かつて模造真珠などの工業製品の原料として使われていました。テンジクタチとはよく似ていますが、背びれや胸びれが黄色みがかっていることと、口内の下顎が単黄色なのに対して、本種は黒っぽいことで区別することができます。沖縄オオタチとは、両岸の眼角域がくぼんでいないことで区別することができます。また、沖縄オオタチは、日本では奄美大島、沖縄近海にのみ分布し、最大のものは体長2メートルを超えます。浅場から100メートルの砂泥底について、岸近くの浅場から100メートル前後までの砂泥底に群れで生息しています。日中は深場にいることが多いですが、夜になると餌を求めて表層まで浮上してきます。主な餌は小魚、甲殻類、網類などを捕食します。捕食方法は頭を上に立ち泳ぎをし、頭上を通り過ぎる獲物を大きな口で捕らえます。最近、東京湾口で撮影された映像の解析から、立ち泳ぎは休息時の姿勢で、水平遊泳時に捕食する可能性が高まっています。時期によっては、餌を追って内湾や浅瀬、河口の汽水域まで入ってくることもあります。成熟年齢は海域によって異なり、体長70センチメートルから1メートルになります。釣り人はタチウオの体高を指の本数で測ります。指3本といえば、魚体の幅が3つの指の幅と同じであることを表します。釣れる時期は沖釣りでは7月から12月頃になります。
岸から釣る場合は地域差も出てきますが、東京湾ではオフシーズンがなくなりつつあります。産卵期は6月から10月頃で、直径 1.5mm から 2mm の浮遊生卵を4万個ほど産みます。寿命は6年から8年程度とされていますが、15歳の個体までは確認されています。銀白色に光る刀について、タチウオという名前には、タチウオ、タチウオなどが当てられます。タチウオは銀白色に光る姿が刀に似ていることから、タチウオは立って泳ぐその習性から付けられました。一般的にはタチウオの説が多いようです。その名の通り、刀のような魚体なので、俳句などにもそのような姿を詠んでいるものが多くあります。夏は浅場、冬は深場について、タチウオは船釣りで狙うことが多く、夏はやや浅場、冬は深場狙いが中心となります。また、エリア、地域によっては夜釣りで表層を狙う釣り船もあります。北海道から西日本エリアまで広い範囲で楽しまれています。釣れる時期は一年中ですが、特に釣りやすいのは夏から冬になります。タチウオの歯はとても鋭く、しかも前列の歯の内側には予備の歯があって、前歯が欠けるとすぐに生え変わって鋭さをキープしています。不用意に触ると怪我をするので十分に注意してください。成熟年齢は海域によって異なりますが、1歳で 54.9cm、2歳で 78.4cm、3歳で 96.4cm、4歳で 110.6cm になります。産卵群の9割は1歳魚で占められています。2歳魚以上の高齢魚は極めて少ないです。小型の若魚では主にオキアメ類などの浮遊性甲殻類を食べますが、58cm を超えてくると魚類へと食性が変わります。食性の変化に応じて上顎歯の形状が剣歯状から甲状へと変わります。船釣り、サバの短冊状の切り身などを餌とした胴付き仕掛け、複数の枝張りのついた下重り式の仕掛けによる釣り方が定番で、近年ではライトタックル、軽量の釣り竿、リール、糸のセットで楽しむ人も増えています。また、西日本では専用の天矢仕掛け、鉛に下向きの針がついた仕掛けと、キビナゴ餌を使った釣り方も人気です。ロッド釣り竿はタチウオ専用やライトタックルを使用します。ライトタックルで1号以下の PE ライン、ポリエチレン素材の釣り糸を使う場合は、先端にフロロカーボン4号から5号、1メートルの先糸を結節しておくと糸さばきが良くなります。重りは通常で60号から100号、ライトタックルでは30号から50号を使用します。仕掛けは2本針使用が標準ですが、ライトタックルで浅場を狙う場合は、全長2メートルの1本針使用が使いやすいです。また、タチウオの鋭い歯に対抗するため、ハリスの補強は必ず施しておきましょう。基本的に船長の指示棚、魚が泳いでる層を狙いますが、タチウオは魚群探知機に映らないことも多いので、当たり、魚が食いついた信号がないときは棚を幅広く探ります。しゃくり、魚を誘うために竿をしゃくり上げる動作は、竿をゆっくり大きく上下させるのがコツです。当たりがあったら軽くロッドを立ててライン、釣り糸を巻き上げましょう。ジギング。船からルアーで狙う場合は、ライトジギング、軽量の釣り竿、リール、糸を使用するジギングを楽しむのが主流です。この場合、道糸、リールに巻かれた糸には、速い潮流に影響されにくい極細 PE ラインを使うのが鉄則です。リーダー、道糸の先に結ぶ太めの糸は、タチウオの鋭い刃に備えて2段構えにしましょう。メタルジグ、鉛などの金属製ルアーは 80g 前後で、水深によって 60g から 100g を使い分けます。その日の条件によって特定のカラーに当たり、魚が食いついた信号が集中する傾向があるため、最低でも赤金、シルバー、グロー、紫の各色は用意しておきましょう。また、タチウオはジグにじゃれつくように食ってくるので、
アシストフック、針がかりを良くするため追加で取り付ける針を使うと、フッキング、魚の口に針がかかる率が向上します。刃の鋭さを考慮して、スナップ、ワンタッチ開閉する接続金具やワイヤーでセットするのもおすすめです。釣り方はジグを支持棚、魚が泳いでいる層まで落とし、ロッド、釣り竿を小刻みに上下させながらリールを巻いてくるハイピッチショートジャーク、小刻みで短い間隔での誘いで誘ってくるのが基本です。単なるただ巻き、リールを一定に巻くでも十分に効果的で、途中でジグを止めるのも有効です。浮き釣り。西日本では堤防からの釣りも盛んに行われています。釣り方は浮き釣りや泳がせ釣り、生きた魚を餌に使う釣り方などが人気です。いずれの場合も地合い、釣りの後期はタチウオが回遊してくる夕間詰め、日没後の薄明るい時間以降となるため、明るい時間帯から釣り場に入って準備を整えておきましょう。また、浮き釣りの場合、電気浮き、電池で発光する浮きか、発光体、化学反応で発光する目印をセットした浮きが必須となります。集魚効果を高めるためと仕掛けの位置確認がしやすくなるように、ハリスにも発光体をセットすると良いです。餌はサバの短冊や冷凍キビなどを使用します。これで針がかりが悪い場合は、針を段差で2本から3本つける方法もあります。その日の状況によって食い棚が変化しますので、釣れている人の棚を参考にして仕掛けを投入してみましょう。当たりは浮きが引き込まれたり、棒浮き、細長い棒状の浮きの場合は食い上げ、餌を食った魚が上に向かって泳ぐこともあります。しかし、ここで慌てて早合わせ、魚が食いついた時すぐに合わせることをすると乗らないことが多いので、十分に食わせてから合わせを入れましょう。ルアー釣り。タチウオはルアーにも果敢にアタック、食いついてくるため、堤防のナイトゲーム、夜釣りでもエキサイティングな釣りを楽しめます。波の穏やかな堤防や港なら7フィート、約 2.1 メートル、1フィート、約30センチメートル前後のロッドで楽しめますが、浅場が高い場合はやや長めのロッドが有利です。リーダーの補強のため、先糸にフロロカーボン50ポンド、約 22kg の強度の糸、1ポンド、約 0.45kg を建設します。ワイヤーリーダー、ステンレスなど金属素材の先糸を使う方法もありますが、ルアーの動きが変わって食いが悪くなります。ルアーはミノーやスピンテール、バイブレーション、メタルジグなどを用意しておきましょう。タチウオはシーバスなどと同様に明暗の境目の暗がり側に潜んで近づいてくる小魚を狙っています。したがってルアーで攻める場合もそれを意識してタチウオの食い筋を的確にトレース、なぞるように引くことが大切です。リトリーブ、リールを巻く方法はただ巻きでよく、時折ジャーク、強く引くを入れるのも有効です。ワームと専用ジグヘッドを使ったワインド、ルアーを左右にジグザグに泳がせることと呼ばれるテクニックも人気です。引き釣り。餌を使いますが、ルアー釣りに似た感覚で堤防から楽しめる点や、重りと針が一体化した仕掛けで狙う手軽な重宝もあります。旬は秋について。タチウオはやや小骨が多いですが、柔らかで癖のない白身が美味しいです。旬は秋とされています。新鮮なものは刺身や皮をつけたまま炙ったたたきが美味しいです。ぶつ切りにさばいて煮付け、唐揚げ、ムニエル、塩焼き、鍋物などにするのも人気です。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。